皆さんキャリアのことで悩んでるでしょ。17万3000人に聞いたら 74% の方が自分のキャリアは不安だと言ってました。そんな時に悩んでるからこの YouTube 見てるんですよね。でもね、大丈夫ですよ。悩んだ方がいいんです。悩んだ方が対策が打てるから大丈夫なんです。だってそもそも俺のキャリアは安心だ、安全だ、安定だって言ってる人やばいですよね。そういう人はね、慢心してるから変化に対応できないんですよ。不安であるのを肯定してね、否定した瞬間に行動できなくなるから、不安である自分を認めてください。その状態で何したらいいかって考えた方がいいんです。振り返るとどうですか？皆さんの不安をぜひ目の前の紙に書き出してください。おすすめは A4 のコピー用紙とかありますよね、職場とかにね。あと新聞のチラシの裏でもいいんですよ。そこに自分の不安を書き出してください。何が不安なのか。頭の中のモヤモヤっていうのは言語にできてないからモヤモヤなんですよ。皆さんのキャリアの不安はモヤモヤしてる、つまり言語化できてないんですよ。なのでそれを書き出してください。例えばこのままだと収入が不安とかね、このままだと成長できるか不安。成長って何？成長ってで掘り下げていくと、資格試験を取って頼られて優秀な人たちと囲まれてプロジェクトに入って、最終的にはこの企業で働いてとかね、最終的にはフリーランスになってっていうようなことが明確になってないとキャリアのゴールって達成できないですよ。頂上が分かってないと山登りってできないんですよ。例えば明日富士山に山登りをするって決まってるから前の日早く寝るでしょ。モンベルとかに行って服を買いますよね。頂上が決まってなかったら登り方が分かんないじゃないですか。寝坊しちゃって早く起きれないかもしれないじゃないですか。だからちゃんと自分の中のモヤモヤを言語化して、自分がなりたい姿、キャリアはどうなりたいんだってことをちゃんと言葉に出さないとダメですよ。今求められているのは自分軸キャリアね。自分が主役のキャリアを構築することです。大手通信会社でも大手金融機関でも今ね、自分軸キャリアって言ってるんですよ。つまりね、会社は一生あなたのことを面倒できないっていうことですからね。皆さんは年金の、受給額とか考えると残念ながら70代半ばまで働かなきゃいけない人たちが多いわけですよ。それをね、企業が同じ給料でずっと右肩上がりでずっと雇うなんてことできないんですね。そう考えると今、例えば20代30代40代50代でどういう自分軸キャリアを構築しておくかってすごく重要ですからね。その中でまずおすすめするのが頭のモヤモヤを言語化すること。自分のキャリアでどういうことが成功なのか、あなたの自分軸キャリアの成功の定義を言語化してください。言葉で。全然難しい言葉でもね、ルー語でもね、カタカナでも漢字でも何でもいいです。それを自分の目の中に入れることが重要です。これまずやってください。で、もう一つ今日皆さんに一番お勧めしたいことは、サイドミラー症候群から避けること。サイドミラー症候群に溺れないことです。例えば皆さん車運転します？車運転するときってどこを見ます？僕ね、車好きなので、実はね、車でね、自家用車でね、日本一周とかするぐらい車好きなんですね。車運転するときに、例えば目の前を見て運転するじゃないですか。でもね、例えば車線が2車線とか3車線あったりするとサイドミラー見ますよね。横のね、車が入ってくるかどうかとか、車線変更するときとかで、あとは後ろの車が適度な距離なのかっていうのを確認するためにバックミラー見ますよね。でも一番見るのはどこ？一番見るのはバックミラーじゃないですよね。サイドミラーじゃないですよね。フロントガラスでしょ。フロントガラスを見ないと危険を察知できないじゃないですか。右行くのか左行くのか衝突するのかっていうのはフロントガラスでしょ。にもかかわらずサイドミラーをずっと見てたらどう？危ないですよね。サイドミラーずっと見ながら運転してたらこれ事故る確率高いと思いますよ。皆さんのキャリアはサイドミラー見すぎてません？つまり他人との比較です。同僚がなんか出世してるとかね、大学の学生時代の同期がなんか給料がすごく高くなったとかね、結婚したとかね、なんか出世したとかね、転職したとか、関係ないから。そんな他人との比較で自分の幸せを定義してたら、自分のキャリアを定義してたらきりないですよ。そして実現はしない。それだって他人軸だから。冷静に自分が実現したいキャリアって本当にあの人よりも上回ることじゃないですよね。自分がキャリアにおける幸せを増やすことですよね。でね、キャリアを構築する上で間違わないでください。大きな幸せなんて来ないからね。キャリアを積み重ねていく上でいきなり大きな成功って空から降ってこないですよ。いきなり上場会社の社長になるとかね、いきなり貯金が1億円になるってことはないですよ。
これは小さな幸福とか小さな成果を積み重ねている人たちがトップ 5% 社員であり、世界の一流も初めは積み重ねていてドカンともらえる時だけニュースになってるだけなんですよ。だからね、ドカンと大きなキャリア成功っていうのを目指さない方がいいですよ。それは大体本当にシンデレラストーリーの一部でしかないし、他の人の成功のパターンをサイドミラー見て真似したいと思ってるだけでしょ。自分軸じゃないじゃないですか。キャリアや人生において皆さんが掴んでほしいのは小さな幸せなんですよ。小さな幸せ、小さな幸せって日々落ちてるんですよ。職場でありがとうって言われることが実は働きがいでありキャリアの成功なんですよ。ありがとうと言われる、達成感を感じる、認められる、そういったことの積み重ねでキャリアって充実するんですね。実際に17万3000人に働く上でキャリアを磨かれた瞬間、働く上で働きがいを感じた瞬間なんですかって聞くと3つのキーワードが出てくるんですよ。承認、達成、自由。74% のビジネスパーソンが承認、達成、自由を感じた時に働きがいを感じる、それがキャリアにつながるって言ってるんですよ。目標を達成する、認められる、承認されると自由と責任が与えられる、この3つのトライアングルなんですよ。だから最初が重要なのが達成です。この小さな達成を見逃している人は大きな達成できないからね。小さな約束を守れない人は大きな約束を守れないからね。そういうような小さなことをローリスクローリターンで積み重ねていくことが実は日々の幸せにつながって、それを1秒でも1回でも多く感じることがキャリアの成功だと僕は心から信じています。だから僕はね、年収が何千万になるとか何億円の収入になるってことよりも、大切なプロジェクトを終えてコンビニで肉まん食べる時が一番幸せなんですよ。そういうようなことに気づくことが皆さんが自分軸キャリアを構築するスタートになるんじゃないかなと思って、異論あると思うんですが YouTube なので、ちょっと好き勝手に喋らせていただきました。自分軸キャリアを見直すきっかけになってくれたらありがたいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。